とあるプロ漫画家の職場にて。ねえ君、62番がもうないから買い足してくれない？はーい。62？62 って何？ 62、あなたは一体何だと思いますか？ペンダコ Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. こんにちは、ペンダコチャンネルです。このチャンネルでは漫画を描くのに役立つ知識を皆さんに紹介していきます。さて、冒頭の62番、その秘密はトーンの中にあります。皆さんトーンを貼るときはこのアナログのトーンよりクリップスタジオや漫画を描くためのアプリケーションを使う人が多いんじゃないかと思っています。しかしですね、デジタルになってもトーンの仕組みや作業をするときに注意すべきことはアナログのトーンと変わりありません。むしろ知っておくことでせっかく仕上げた漫画が印刷すると台無しになってしまったなんてトラブルも避けることができます。というわけで今日はトーンの選び方についてお話ししていきます。この解説を見てもらうことで冒頭の62番の秘密がわかります。なぜ漫画にトーンを使うのか、どんなところにトーンを貼るのかについては前回の動画でお話ししているので、ぜひそちらも見てください。動画投稿の励みになるのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。今日はこんな順番で解説していきます。まずトーンの番号について話していきますね。見た目でなんとなくトーンを選んでしまいがちですが、実は覚えておくべき2つの項目があります。まずはこれについて説明していきますね。その中でプロがどんなトーンを使っているのかも紹介していきます。2番目はトーンを選ぶ時の注意点です。これを知っておくことで初心者の人が陥ってしまうトーンがきれいに印刷されない現象を避けることができます。トーンの仕組みを知ってきれいに漫画を仕上げるために最後までぜひ見ていってください。トーンの濃淡は数字で表されています。アナログのトーンを見てみましょう。60L の 30% とここに書いてあります。L とパーセント。これが何を表しているのか解説していきますね。この L とは線数のことです。点の量を表しています。この数字が少なくなるほど点の密度が減ります。少し難しいと思われた方もいると思いますが、怖がらないで次のことをまず覚えてください。プロの漫画制作では基本 60L が使われています。なのでクリスタでも60がベースになっています。基本は 60L。この数字だけまず覚えてください。このパーセントは点の大きさを表しています。この数字が少なくなるほど点が小さく、多くなるほど点が大きくなります。左が 60L の 30%、右が 60L の 10%。パーセントの数字が大きいほど色が濃くなっていますね。基本10、20、30、40% を使います。ペンダコ。プロの漫画家もトーンの指示をアシスタントに出すときは番号で指示を出しています。キャラに62番貼っといてとか、61番がもうないから買ってきてとか、60L の 20% だから62番。これで冒頭の62番の謎が解けましたね。覚えておくとちょっとプロっぽいかも。ペンダコ。このトーンの仕組みはクリップスタジオでも変わりはありません。実際にクリップスタジオを開いて確認してみましょう。一番上が線数を表しています。次の段して
がパーセント。ちゃんと書いてありますね。タイプ、アングル。タイプはトーンの柄を変更できます。いろんな柄がありますが、基本は丸のままで構いません。次に使用頻度が高いのは線とノイズの2種類です。アングルはトーンの角度を変更します。0度、90度と方向を変えることができます。しかし、基本は45度のままで OK。45度が一番きれいにグレーを表現できます。さて、ここまでトーンの番号についてお話ししました。ここからはトーンを選ぶときの注意点をお話ししましょう。1つ目、違う線数を混ぜてはいけない。2つ目、パーセントは10から40で選ぶ。順番に説明していきます。違う線数のトーンを混ぜて使用すると、モアレが発生してしまいます。モアレとは、印刷時に意図しない模様が出てしまう現象のことです。実際に漫画を描くときにトーンを重ねるときがあります。その際に線数が違うとモアレが発生し、きれいに印刷することができません。他にもモアレの起きる原因は次のようなものがあります。角度が違うトーンを重ねてしまう。違うパターンのトーンを重ねてしまう。パーセントは0から100まで設定できますが、10、20、30、40の中から選んでください。40以降の数字は画面上ではきれいに見えますが、印刷するとトーンが潰れて真っ黒になってしまうからです。せっかくのあなたの漫画がきれいに印刷されないのはもったいないですよね。13% とか 32% といった中途半端な数字もいけません。そもそもそんな細かい違いは肉眼でわかりません。先ほど話したモアレの原因にもなります。ペンダコ。つまり最初のうちはトーンを貼るときは段指定を変えるだけで OK。基本は 60L でパーセントを変えましょう。ここは初心者がつまずきやすい問題です。基本は抑えましたね。もう一度言います。基本は 60L でパーセントを変えましょう。ペンダコ。今日はトーンの選び方、クリップスタジオではどのように設定すればいいのかお話ししました。少しおさらいしておきましょう。基本トーンを使うときは 60L の10から 40% のトーンを使いましょう。違う線数や角度のトーンを重ねるとモアレが起きてしまうので気をつけましょう。基本を抑えることによって演出の観点から見てより効果的な使い方ができるようになりますよ。このチャンネルではあなたの漫画制作に役立つ情報を伝えていきたいと思っています。どんなことを動画にしてほしいかコメントしてくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。